皆様、こんにちは。強迫性障害相談ダイヤルのマリエと申します。私は以前、強迫がひどかった時、強迫観念が一日中、次から次へと生まれてきました。そして、その苦しさ、気持ち悪さを、強迫行為によって落ち着けるのですが、またすぐに、早くて1秒以内に、次の強迫観念が出てきます。結果ひたすら不安を安心に変えるという逃げようのない作業を続ける毎日でした。皆様も似たようなご経験がおありかと思います。耐え難い不安を時間をかけて確認や脅迫行為をすることにより、なんとか安心に持っていっても、また不安が勝手に出てくると当時は思っていました。が、実は、その不安は自分で作っているんです。それはなぜかと言いますと、安心を得るためには不安が必要だからです。人間の脳は、心よいと感じたときや、目標を達成したときなどに、幸せホルモンと言われるドーパミンを分泌します。その仕組みが脳内報酬系と呼ばれています。あんなに辛い脅迫と幸せホルモンのドーパミンに何の関連性があるのかと思われるかもしれません。しかし、これは私の仮説というより確信なのですが、脅迫行為などによって束の間の安心を得たときに、脳が目標を達成したと間違って認識してしまうことによって、ドーパミンが分泌されるのではないかと考えています。ドーパミンが分泌されますと、脳が満足感や快感を得るため、さらなるドーパミンを求めるようになります。ということから、ドーパミンを分泌させるために、不安を安心に持っていき、さらなるドーパミンを得るために、無意識のうちに安心から不安に落とし、そしてまた安心まで這い上がり、ドーパミンという脳内快楽物質を分泌させるという繰り返しこそが止まらない脅迫行為やぐるぐる思考の正体なのではないかと思います。脅迫行為によって得た安心を脳は目標達成や喜びなのだと捉えてしまって、本来であれば生存のために働く脳の報酬系が生存とは無関係な領域でそのシステムだけが働いてしまっているように思います。そして、その報酬系のシステムは、そもそも生存に必要なため、そのシステムが働くきっかけとなった物事を、良いことだと脳が捉えてしまい、ドーパミンというご褒美を与えて、繰り返させてしまう働きがあります。そのため、脅迫行為やぐるぐる思考を繰り返してしまうわけです。そして繰り返せば繰り返すほど脳内の満足感が弱まってさらなる満足、脅迫で言えばさらなる安心を求めてしまいます。その結果、脅迫の超えなければならない安心のハードルがどんどん高くなってしまい、安心を得づらくなりますし、またより強い安心や達成感を得るためには、より強い不安に陥って、不安から安心までの距離を広げる必要が出てきてしまうように思います。それが脅迫が悪化する仕組みなのかなと思います。例えば、ギャンブル、ネット、ゲームなどがやめられないなどの刺激も脳内報酬系の間違った使われ方です。アルコール、ニコチン、大麻、覚醒剤などの薬物は直接的にドーパミンを分泌させますので、摂取がやめられないという薬物中毒に陥ります。私は以前、精神薬に依存していたのですが、薬が切れた後に飲んで安心する感覚と、不安な時に脅迫行為により安心する感覚がそっくりでした。今はやっとその謎が解けまして、ドーパミンが脳内麻薬のように作用してしまい、
脳内麻薬中毒のようになっているのが強迫性障害の一つの側面なのだと理解しています。脅迫行為による脳内の安心ではなくて、自分自身が心から達成したい目標に向かって、そのハードルは低くても良いので、脳内報酬系が適切に働くようにしていきましょう。もしこれを研究なさりたい方がいらっしゃいましたら、また、脅迫のご相談をご希望される方も、お気軽にご連絡くださいませ。聞いてくださり、どうもありがとうございます。それではまた。